皆さん、この話を耳にしたことがありますか？韓国の一人当たり GDP は日本を超えたと。この裏側にはもっと驚くべき現実があります。韓国の高齢者の貧困率は OECD 加盟国の中でワースト1位らしくて約 40% です。これは日本の約 19% なのと比べても倍以上の深刻さがあるんですね。なぜ韓国ではお年寄りが厳しい生活を強いられてしまうでしょうか？そこには4つの理由があります。物価の高騰、住居費の圧迫、社会保障の弱さ、そして仕事を失う現実です。この動画を見たら日韓の社会構造の違いがわかるはずです。まず一つ目は生活物価が大きく上がったからです。これ支出の話ですね。韓国に住んでいる高齢者にとって毎日の買い物がまるで小さな戦争みたいになっています。例えばコンビニで売っている 350ml のコーラ。今韓国ではなんと210円します。ところがですよ、10年前には150円程度だったんです。わずか10年で 40% も値上がりした計算になっていますね。これ同じコーラ 350ml 缶、日本なら130円前後で買えることを思うと、この差は本当に大きいですよね。物価が上がるということは、日々の食卓から直撃を受けるということです。お年寄りが毎朝飲む牛乳、毎日のご飯に欠かせないお米、そして野菜や果物、かつては市場で気軽に買えたものが、今では今日は半分だけにしようかなとか、リンゴは1個だけにしておこうかなという生活になってしまいます。僕も韓国に行くために、このスピードじゃ平気で1食2000円する事態が来るんじゃないのとため息をついてしまいます。一方、日本に来て驚いたのは、最近値上げのニュースは多いとはいえ、物価が安定しているっていうところですね。それでもコンビニのおにぎりがまだ150円程度で買えたりとか、スーパーででっかいもやしが100円程度で買えたりとか、日常生活に必要なものがまだ手に届く範囲に保たれていることがまだ安心と感じる部分の一つであります。で、二つ目の話はですね、住居費があまりにも高いからです。韓国、特にソウルで暮らす高齢者にとって、家賃はまさに老後の最大の敵と言っても過言ではありません。家を若いうちから持っていたらいいんですが、韓国の家って1億円普通に超えるから、そんな簡単な話ではないんですよ。エリートサラリーマンだったりとか、であればもう家買って安牌でしょうけど、注意5割、もしくはその注意5割以下の方々にとって家を買うっていうのは、なかなか簡単に手を出せる話ではありません。日本なら東京でも工夫すれば月5万円台のワンルーム探せますよね。僕もそういったワンルームに住んでいました。一方、ソウルで月5万円だけで住める住宅はほぼ存在しません。なぜなら保証金が必要だからですね。月5万円の賃貸に住みたいなら100万円から500万円程度の保証金が必要と言われています。これ、特に高齢の貧困層にとっては用意できない代金ですよね。結局、保証金を払えない人たちはソウルの裏通りに点在するチョッパンと呼ばれる狭い部屋に流れ込んでしまいます。畳1枚ほどの空間でベッドと小さい棚だけ。夏は外のように暑くて、冬は氷を入れたかのように寒い環境で住んでいます。これでも2万円から3万円するっていうのが韓国のチョッパンと呼ばれるところです。じゃあ地方に行けばいいんじゃないのと思う日本人の方いるかもしれません。実際地方に行けば家賃はソウルの半分以下に抑えられます。でも地方では仕事を探すのが非常に難しい。若者ですら地方からソウルで上京しているのに、高齢者が地方に行ってそこで新しい生活基盤を作る話は現実的な話ではありません。韓国の高齢者はですね、物価だけでなく屋根を確保すること自体に大きいコストを支払っています。その結果、生活費の半分ぐらいが、生活の大半が家賃に消えてしまい、食事や医療費にお金使えなくなり、貧困がさらに深刻化しているっていうのがあります。ここまでが支出の話でした。次からは収入の話2つをやります。3番目の話はですね、社会福祉制度があまりにも弱いからということです。もちろん韓国でもこの20年間で社会福祉は改善されてきました。しかしそれでも現実は厳しい。例えば韓国の人口の下位約 3% を占める極貧困層に対して政府が支給するのは月5万円ほどの生活保障費用か、もしくは月3万円程度の基礎年金しかないと言われています。
それ以外に収入も資産もない人々にとっては、この額では生活できないというのが現状としてありますね。さらに問題は、既存の社会保障制度の多くが中産階級以上に偏っているということです。例えば、国民年金制度、収入が多く長く働き、健康で長生きする人ほど受け取れる年金は増えますよね。逆に若い頃に不安定な仕事しか得られなかったとか、病気や貧困で早く亡くなる人ほど、その年金の恩恵はほとんど受けられません。結果的に弱者はますます取り残されるという構造が続いています。これは統計で見ても明らかです。2021年の時点で韓国の GDP に対する社会福祉支出の割合は OECD の国の中でも最低レベルです。もちろん増加しているスピードは世界一とのことですが、それでもまだ十分とは言えません。韓国の競争レースに乗っかっていった状態でないと、老後にどうすればいいのかということが大きな不安になります。4番目の話はですね、働く場所を失ってしまうからです。韓国では60歳を過ぎたら単純労働ですら雇ってもらえないという声を実際の多くのお年寄りから耳にします。韓国の国営放送の EBS ドキュメンタリー貧困ビジネスチョッパン村の秘密でも60歳を超えた途端に日雇いの現場から外され職を完全に失った高齢者の証言が紹介されていました。実際ソウルには3201名のチョッパング村に住んでいる居住者がいると言われています。そのうちですね、なんと5割が独身とか高齢者、障害者なんですよ。彼らは体力的にも社会的にも働くチャンスがなくなっていて、生活保護にも十分につながれず、結局は生き延びるだけの生活を余儀なくされて、仕事を失うというのは精神的にも大変な話でしょう。長期間にわたって働く場がないっていう状態が続くと、自分にはもう役割がないのだという絶望感が強まり、労働意欲そのものがどんどん失われていきます。まるで社会から切り離されたかのような孤独感を味わうのです。一方、日本に来て僕が感動したのは70代、80代になっても働く高齢者が当たり前にいるということでした。マクドナルドのレジでお客さんに笑顔で対応するおじいちゃん、毎朝のマンションの掃除を丁寧にこなすおばあちゃん、日本社会でも高齢者がまだ社会の一員として必要とされるバーが残されている。これは韓国に行くと珍しい光景になってしまいます。韓国は戦後資源も技術もなかったのによく這い上がってきた国だと僕は思っています。GDP 規模では60年間で世界37位から13位まで上がってきました。しかし、その急成長の裏側にはあちこちに悲鳴が出始めています。今回お話しした高齢者の貧困率の高さだけではありません。世界最低水準の出生率、繰り返される大規模事故、若者の就職難や社会的分断、かつての勢いの陰に深い構造的な課題が出始めています。大切なのは、これから韓国がこの社会の不備をどうやって克服していくかということです。貧困の連鎖を切ってしまい、次の世代に安心を残すためには、経済を拡大させること以上に人を守る仕組みを整えることにも目を受ける必要があると思います。日本の皆さんにとっても、これは決して他人事ではないと思います。韓国でなぜこうした現象が起こっているのか、それは日本とどんな環境の違いから生まれたのか、日本が同じ事態になるとしてはどう対処すべきか、そう考えることが日本社会の健全な未来を守ることにもつながると僕は思います。本日の話は以上です。もしよろしければぜひチャンネル登録をお願いします。以上、パクンでした。アンニョーン。